Okay, here the topic is mind richness, how you can create richness in terms of your mind. Here we go. はい、こんにちは。ライフストールデザイナー安代です。今日も純子さんとお届けします。今日のトピックは、心の豊かさを増やす方法パート2ですね。前回は、まず自分の心感情を客観的に眺められるようになるっていうことをやっていくっていうか、これの練習がまず一番大事だねっていうことがまず一つ、で今度これができるようになったら、今度は意図的に自分の感情を、盛り上げていくというか、そのムードを高めていくっていうやり方を今日はお話ししたいと思います。はい。はい。で、前回の最後の方にちょっと喋った。前回は前回まだ見てない方は1個前のやつ見てほしいんですけど、自分のムードを盛り上げていくときに、朝起きたときに純粋に喜ぶっていうアクション、これはね、なんかバカっぽいけど結構すごく有効で、朝一番のムードって結構一日中続くんですよ。はい。そんなことない？そうだと思います。だから私も最近は、ありがとうを100回言うっていうのがはい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 。そうだよね。その時に、もう今日も感謝で一日過ごしますみたいな、もう今日の感情はそれみたいな宣言をしてっていう感じですね。やっぱそれやる前とやる後結構違うよね。結構違うんですね、本当に明らかに。そうだ、それぐらい人間って自分のムードにね、やっぱり支配されちゃうんですよ。支配という言い方はあれだけど、自分のムードが自分を決めていく、今日の自分を決めていくから、だから先にいいムードを作っちゃえばいいんだよね。なのでムードを作る方法の一つとして、今朝起きた時に純子ちゃんみたいにありがとう100回言うっていうのでもいいし、私みたいに今日も起きれて嬉しいな、最高だなみたいな、っていうふうに思うっていうのもいいし、でその後にエネルギーを取り込むみたいなやり方の一つとしては、できれば家の窓という窓を全部開けていくっていうのはすごくおすすめです。なんかこう寝ている時に寝ている時の空気を一度入れ替えるみたいなことですか？そう循環させる、外の空気と中の空気の入れ替えをするっていう感じ。それで外って太陽がね、日が昇ってきて一番いいエネルギーが入ってきてる瞬間だから、そのエネルギーを家の中に取り込むっていうことをするっていうのもすごくおすすめなのね。なるほど。冬は寒いけどね。寒いね。寒いけど、それをやるやらないではまた全然違うので、これもすごくおすすめ。できれば窓という窓をじゃんじゃん開けていくっていうか、そんな感じ。全体そうで、それほんのちょっとやるだけで本当に家の中のエネルギーも自分の気分も本当に変わるから、これは本当にやってほしいなと思います。でもなんかいいですね。いいんです。寒いけど、でも習慣になると、もう寒いとか寒くないっていうより、外のエネルギー、いいエネルギーを家の中に循環させるっていう側の方が大切になってくるから、やればね続くと思うので、ぜひやってみてほしいなって思います。あとは自分のムードを自分で上げていく、ハンドリングしていくアクションとしては、
まあこれもこの間ちょっと言ったけど、これを馬鹿げたことと取るのか、やってみたらどうなるのかって、まあ、やっぱ人生って全て実験みたいなものだから、やっぱやらないとわからないことってたくさんあると思うんですね。うん。うん。なので、朝目覚めてなんか今日も嬉しいねっていう風にまず自分に声かけた後に、なんかこう、声かけたいものに声かけていくっていうのはすごくね、自分のムードが高まります。あ、例えばお花とか？そう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 。おうん。花。まあ、うちだったら、まあ、犬がいるから、犬に、話しかけるでしょ、まず。うん。うん。今日も出会えて嬉しいよとかさ。うん。そう、今日も会えて本当に嬉しいみたいなことを言ったり、うん。あとお花だったら、なんか今日も綺麗だねとかさ、言っうん。たりとか。うん。うん、そうやって家の中にある、まあもちろん植物とか動物がいれば、ね、その子たちに声をかけたり、そういうものがいなくても、自分が大事にしてる、まあいつも使ってるさ、なんだろうね。私だったらトイレとかにも挨拶するけどね。ああ、なるほど。そうそう。だってほら、いつもお世話になってるわけじゃん。はい。うんうん。だから、なんか、全部に名前をつけるとすごい面白いですよ。面白い。なるほどね。うん。うん。それで自分がこうお世話になってるものに声をかけていくっていうのも本当にムードが上がるし、豊かだなってね、自分で本当に思うんですよね。それをやれてる自分が豊かだなっていう風に。うんうんうん。うんうん。そういう時って、だって自分がイライラしてたり落ち込んでたらそんなこと言えないわけなんだけど、うん。うん、なんかそういうことを感謝をこういろんなものに言える自分の豊かさに、また自分でムードが上がっていくって感じなんですね。うん。イチローが毎日こうバットとか、野球の用具を磨いてたっていうのを聞いたことあるんですけど、そあ、のそものをね、実際う。にうん。声かけていったかどうかもしれないけど、でも同じようなことですよね。そのものを大事にするとか、意識を向けるとか、声をかけ同じ、る。同じ。うん。うん。ということで、パあの、フォーマンスが返ってきたりすることってありますもんね、ほんとに。絶対にあります。あうんうん。れはだから毎日毎日自分がお世話になってるものを磨き上げることによって、言ってみれば、目に見えない力も応援してくれるようなエネルギーになっていくっていうか、うん、うん。うんうんうん。そんな感じなんですよ。うんうんうん。だから、私もイチローが大好きだから、そこら辺のことは、まあ、真似するというか、イチローがやってることを参考にはよくしてますね。うんうん。うん。なので、磨くのもすごい私は積極的にやってて、まあ、うん。いろんなものを磨く。だからはい。例えば、お財布磨いたり、うーん。まあ、靴磨いたり、うんうんうん。なんか磨いたら光るものはとりあえずどんどん磨くみたいな感じで。うん。うん。で、それはこうやらなきゃいけないっていうよりも、やれば自分のムードが本当に高まって、こう豊かな気分になっていくので、うん。なんかそういうものって自分何なんだろうなっていうのを知ることも大事なんだけど、うん。それをやると自分のムードがすごくこう気分が良くなって豊かだなって感じるものってそれぞれ違うのかもしれないんだけど、うん。どうですかね。私だったらコーヒーを、まあ、豆から丁寧にひいていくのも大好きなんだけど、うん。うんうん、自分のために、まあ、時間をかけてコーヒー豆をこうひいていくっていう作業とかね。はいはい。うん。そうやってこう一つ一つね、自分のムードを高めていくってことをすると、うん。心の豊かさがすごく増えるんですよ、結果的には。うんうん。うん。で、どうなるかっていうと、自分の心が豊かなので、外側に起こってくる出来事も、やっぱり同じバイブレーションが引き合ってくるから、うそん。の豊かなものが集まってくるっていう風になってきます。ねえ。うーん。それは究極的なことですね。究極的なことだけど、なんか、なかなかできないよね、これってね。
いや、うん。だんだん分かってきた。だんだん分かってきた？うん。うん。そう、だから全部つながってるんだってことが、本当にやればね、理解っていうか、腑に落ちてくるっていう感じかな。うん。腑に落とすって、イングリッシュはなんかあるんですか？その言い回しとして。これ考えたことありますけどね。うーん。なんか海外の人が、あ、それは腑に落ちたとかなんか言ったりすんのかな？国をうん。その、ね、頭で分かったっていううん、のと、そのほら、日本人だったら、うん。頭で分かってるのと腑に落ちたっていうのはちょっと違うなんか、でしょ？丹田あたりで理解したって感じですよね。ああ、そう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 うん、うん。そうそう。うん。なんか、だからそのことを自分の動き、そのムードを高めていくっていう一つ一つのアクションで体感していくっていうか、実感していくことが、心豊かにしていく積極的な、まあ、アプローチになりますね。うんうん。でもうん楽しみ、うん。一つずつね、うん。やっていけたらいいですね。やっていけたらいいなと思います。まあ、はい。地味なんだけど。うん。うん。うん。でも、これってだから、なんでみんなやらないかなって私思ったのは、外には誰にもわからない世界じゃない？うん。うん。その自分だけが知ってる、自分を自分で高めてあげるムードのやり方なので、なんか外に、私こんなに頑張ってますっていうのは見えない世界だから、うん。ついつい私たちってほら、外にこう結果を出してるように見せたくなっちゃうので、そっちに忙しくなっちゃうんですよね。うん。うんうんうん。だからこう、人に役に立とうとして何か外に手伝いにばっかり行ったりとか、あと仕事ばっかりして、仕事で結果残そうとしたりとか。うん。だから今のアクションって別にどれもこれも誰とも関係ない自分だけの世界で、ここに例えばお金が発生するわけでもなければ、数字的な結果が出るわけでも何もないから、どうしても後回しになっちゃうところかもしれないんだけど、でも本当はこっちの方が本当の意味での豊かさにつながっていくってことが自分の中でやってみれば分かってくると思うので、ぜひトライしてみてほしいなと思います。はい。はい、ありがとうございます。In this channel, we provide some intuitive consulting content. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also join the Facebook group so that you can see some detailed information of us. Thank you!